皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回も卓球チームブロックの方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。鉄壁ブロックのやり方についてやりたいと思います。でこれは皆さんのフォアブロック、バックブロックどちらも今日のやり方をやれば鉄壁ブロックになります。なのでフォアブロック、バックブロックどちらも意識している方、やり方を知りたい方はご覧ください。で鉄壁ブロックっていうのはどういうことかと言いますと、もうしっかりブロックがビタ止まりする。フォアもバックもどんな強い球が来てもしっかりブロックで返球できるということになります。じゃあちょっと見本のプレーをご覧ください。どうでしたでしょうか。フォアとバックでブロックで振り回して点数を取る、これが鉄壁ブロックの必要なところになるんですが、この鉄壁ブロックのやり方、実はたった一つの手順で皆さんすぐ簡単にできてしまうものなんです。難しい捉え方、難しい振り方、そういうのはなしですね。本当にシンプルにフォアとバック共通したある一つの手順だけでできるようになります。でそれはフォアブロック、バックブロックやるときにラケットの面を立てるっていうことをしてください。ラケットの面を立てる。通常はこの面、フォア打ちの面、バックの打ちの面、同じこういう横の面だと思います。じゃなくてブロックするときはどうしても止まらない方とかはちょっと立ててあげる。ラケットを立てる。ラケットの先端をちょっと上に向けるような感じですね。ラケットを立ててブロックしてください。ラケットバックも立ててブロックです。これちょっとあれっていう方もこのブロックよく見るなっていう人多いんではないかなと思います。実際ブロックで上手い人、あの人ブロック上手いなって、大体そういう人はこうやってラケットを立ててブロックしていますよね。で実際なのでこれラケットを立てることによって相手のボールの勢いを抑えやすくてブロックがよく止まる。でしかも振り回すこともやりやすいっていう、もう鉄壁ブロックをやることに関してはもう最高のやり方なんですよね。で、ラケットの面を立てるだけ、本当通常から立てるっていう、この立てるでこのフォアとバックのブロックです。でこのブロックのあとおすすめのやり方は、立てる時に親指をちょっと立ててあげるとよりラケットの面を立てやすいのかなと思います。なので皆さんドライブが止まらない方、ブロックがうまくできない方はぜひラケットを立ててブロックするようにしてみてください。そうするとブロックができるようになります。こう立てるブロックの、メリットを簡単に3つ4つぐらい説明していきます。メリット1はなぜ立てるといいかっていうと、相手の球の威力、ドライブを抑えることができますね。横にすると実はこうグラグラになりやすくてドライブ打つ時はしなるんでいいんですけど、こっちはブロックする時にやっぱこうグッとドライブの威力しなって食らっちゃいます。なのでブロックが安定しないっていうことになるんですが、立てるとしなりません。ラケットがしならないので相手のドライブに対して威力をそんなに食らわずにボンと返球できます。ラケットを立てることによって相手のドライブに負けにくくなります。で2つ目ですね。2つ目のメリットは守備の切り替えが早くなります。でやはりブロックする時って皆さんブロックしたらもうブロック しまくることって多いですよね。一本守備に入る。そうするとその後ブロックっていう、どうしてもそういう本当は攻撃したいけど守備になっちゃうっていうことが多いです。でそういう時に守備の切り替えがこう立てることによって早くなります。横にしますと普通の攻撃する時と同じ横にしていくとフォアとバックの切り替えやっぱちょっと遅くなっちゃうので、相手のドライブに対して間に合わない、ドーンと抜かれちゃったりブロックが間に合わずオーバーしちゃったりします。でも立てると早いんですよね。このパッ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 、この切り替えがすごく速くなります。フォアとバックのとっさのブロックの時に手が出ます。逆疲れてもこうやって出ます。ブロックが上手い人ってよくこうやってブロックしてますよね。でメリットの3つ目ですね。3つ目は打点も上がるので相手を振り回せるっていうことになります。やはりこの横の面ですと打球点がやっぱ引きつけてから打つのでブロックがそのテンポがちょっとやっぱ遅くなってしまいます。なので守備一度したらもう防戦一方で負けちゃうっていうことになっちゃうんですけど、縦だと気づいたと思うんですが、縦にすると体の前に勝手に打球位置が移ります。体の横です。起こす。そうすると体の斜め前に行きます。こうするとブロックの打球点
速くなりますよね。なので相手を振り回すことに適したブロックにもなるんです。でさらに4つ目ですね。メリットの4つ目は上のレベルでブロックだけじゃどうしようもない、もうブロックプラス攻撃が必要だというクラスでしたら、ラケットを立ててブロックする。で攻撃するときはとっさに横にしてドライブ攻撃する。守備時は立て、守備時は立てる、攻撃時は横にする、守備時は立てる、攻撃するときは横にするっていう感じでやってもらいますと、ブロックの安定感と攻撃の威力っていうのは両立するかなと思いますね。だから鉄壁ブロックでありながらなおかつ攻撃力も高い、中国のワン・リチン選手みたいな感じですね。鉄壁ブロックでやってで突きあれば強烈なフォワードライブを打つっていう感じで、実力派の選手のプレーに多い感じになりますね。ということで鉄壁ブロック、これラケットの面をフォアとバックこう起こすだけでもうブロックが鉄壁になる、相手のドライブに負けない、そして守備の切り替えも速くなる、そして打球点も上がるので相手を振り回せる。で横にしたドライブ攻撃と組み合わせればさらに鉄壁ブロックと攻撃というメリハリがついてより相手を翻弄することができるということで、ラケットを面を起こしてブロックするっていうのは非常にたくさんのメリットがあることが判明しました。であとはブロックがナックルになりやすいというのもポイントですね。縦にするとボールがナックルになるのでいやらしい球を出すこともできます。なのでそういうことで鉄壁ブロック、皆さんの今あるブロック振り方を変えなくていいです。ただラケットの面を起こしてあげるだけ、バックもフォアも起こしてあげるだけでブロックが見違えるように変わるのかなと思います。立てたブロック、こういう感じです。素振り的には立てたブロックすごく簡単にできますので、ブロックがうまくできない方、鉄壁ブロックを目指している方はぜひトライしてやってみてください。たった一つの手順ですごい簡単です。おお